ハロー YouTube。今日はこちらトヨタ新型のベルファイアのリフレクターを交換していきたいと思います。こちらリフレクターがもうランプがつくことによって全体の大きさ大きく見える、威圧感が増せる、結構かっこよく、見えると思うんですけども、ものによってはですね、こちらの2、3000円ぐらいから1万円後半近くまでの値段差があるんですが、安いものだと実は車検通らないものがほとんどでですね、で高いものだとこういうちゃんとリフレクターの作りがしっかりしているので車検も通りやすいと。値段差はあるものの高い方を選んだ方が後々車検の時に苦労しなくて済むっていうのがメリットになっております。早ければ30分で終わるんですけども、ちょっと手慣れない方だとやっぱり1時間半ぐらいは見といた方がいいかもしれません。はい、それでですね、今回使用するのはこちらのギャラックスというメーカーで出している LED リフレクターになります。それでは早速作業をスタートしていきます。今回テールランプから電源を引っ張ってきますので、こちらですね、テールランプのボルト、この遠ミリですね、遠ミリ六角1個2個、で、バンパー側ですね、1個2個と、ここ、トルクスですね。トルクスネジは格好動画でですね、日産のリーフのリアバンパーを外す時も使ったと思うんですけども、またここトルクスを使いますので、細かいサイズがトルクスのセットだと T20 とか T25、T27 とか、細かくセットがあると思うので、一つ使うんじゃなくてセットのやつを買っておくといろんなものに使えるのでいいと思います。結構皆さんテールランプ外す時ってちょっと怖い思いしたことがあると思う人がいると思うんですけども、このテールランプもこう取ればいいのか、こう取ればいいのかちょっとわからないんですが、実はこれですね、これも引っ張れば取れるようになってます。こんな感じで外れます。はい、じゃあ反対側も外していきます。大体全部同じなんですけども、バンパーのこういうボディとのつなぎ目っていうのはこういうクリップ状になってて挟んであるんですね。でここを引き離す時にちょっと勇気がいるというか、でこれも同じ状況でですね、少しずつ力を加えながら少し揺すりを加えて外していきます。で反対側も、こちらバンパーのカバーを少しずつ浮かせていっていきたいと思います。はい、きました。でこれ一応ここだけ剥がしたんですけども、これちょっと後からのバンパーを外す時の利便性というかですね、これ自体はこの下側のバンパーにこう挟むようにして使っていますので、下のバンパー外さないとこちら剥がせないようになっております。それでは、次こっちサイドから下、下とサイドのボルトを外していきたいと思います。うわ、なんだこれ、マジか。これちょっとやっはい、じゃあこの車両はですね、これ多分オプションのリップだと思うんですけど、ガナードっていうかなんですけども、こちらがついてることで本家こっちの大元のバンパーのクリップが外せないので、まずはこのアンダーのカナードを外してみたいと思います。ちょっと純正のオプションなんだか社外品なのかはちょっとわからないんですけども、結構しっかりめに作られているなっていう印象ですね。でも外すのはちょっと大変です。はい、それでは先ほどリップ外した後なんで、ようやくこっちの、バンパーの方を外していきたいと思うんですけども、こういう感じですね。トヨタのクリップって少しこんな感じですね、長めになってるんですね。でよく、外したことある方は分かるんですけど、よくこの辺がぶっかけちゃってですね、中で突っかかったりするので、割れてしまった時のことも考えて、あらかじめ何個かストックで買っといた方がいいかもしれません。やべえよこれ。こっちは共通の場所使ってるんだね。サイドなんですけども、
リーフとかランサーエボリューションとかだと、ドリルネジで止まってたと思うんですが、これの場合ですね、もうクリップになってます。下手したら少し爪でいきますね。爪でも持ち上がるぐらいのこういう小さいクリップになってますんで、無理にこじるところでとても割れやすいので気をつけてください。で、外しましたらば、いつもと同じようにこんな感じですね。少し広げてもらって、こちらを叩きながらですね、こんな感じで剥がしていってもらえればいいと思います。はい、では反対側もやってみましょう。これですね、先ほどは手でやったんですけど、あえて工具でやってみます。そしてですね、こう軽くほじって頭が持ち上がったらそのまま引き抜く感じですね。はい、こちらも左側同様に剥がしていきます。力加減なんですけども、引き側3割、押し側7割ぐらいの感じでやれば簡単に外れます。はい、それでは両サイドを外し終えたので、このまんま、バンパーを引っ張って外したいと思うんですが、これもですね、このようにコーナーセンサーがついていますので、思いっきり引っ張ってしまうとですね、コーナーセンサーの配線を切ってしまうと。で、切ってしまうとどうなるかっていうとですね、メーターにですね、ワーニングが出たりとか、あとコンピューター診断機でないとちょっと消せないようなエラーコードが残ったりしてしまいますので、十分注意して配線カプラーをちゃんと外してから作業するようにしてください。はい、それでは外していきます。ではここですね、これがコーナーセンサーの配線カプラーになっています。で、この場合ですね、爪をちゃんと押して持ち上げて少し揺すりながら引っ張る形で、これですね。で、こちらカプラーが外れましたらば、そのまんまバンパーを引っ張って外してください。このように純正のリフレクターは、爪2つとですね、プラスネジのやっぱりこのドリルネジなんですけども、これで固定されていますので、こちらを外します。こんな感じですね。で、この、爪をロックを外しながらしてもらえれば、この通り純正のリフレクターが外せました。はい、では反対も同様に外していきます。純正と比べてですね、何が違うかというと、サイズ感は一緒です。問題はこれですね、配線があるかないかの違いになってくるんですけども、実際こちら純正のバンパーを見ていただくと分かる通りに配線通す穴がないんですよね。なのでまずは、ここの距離を測ってですね、ここに、この配線が通るような穴を開けていきたいと思います。それでは穴を開けたところに実際にこのリフレクターを取り付けていきたいと思います。今回はちょっとお客さんのお持ち込みでこちらを取り付けさせていただくんですけども、赤がポジション、黄色がブレーキ、黒がアース、こういう並びになっております。で、これに左右分あるんですけども、実際ですね、片側分の電力だけで LEDのリフレクターっていうのはちゃんと駆動しますので、今回はちょっとプラスアルファ、加工しなくてはいけないので、右側だけで接続していきたいと思います。こちらもカプラーオンの製品なので、このまんまこうですね、くっつけておしまいになります。あとは、使用する配線だけ、今回は、ポジションで点灯するパターンなので、このポジション線とアース線、こちらだけ、接続していきたいと思います。じゃあこちらを接続して、もう本当に簡単に終わすのであれば、もうここからピーってこの外側ですね、這わせてこの辺に持ってきて、こちら側ですね、リフレクターの配線同士を合わせてここでつなぐってことをするんですけども、ちょっと私はそれがどうしてもプロ意識として
欠如しているなという行為なので、私はちゃんと、めくらを通してこちらですね、外側からも内側からも見えないところから通して接続できるようにしていきたいと思います。プラス配線は基本メスです。プラス側は基本メスをつけてください。でアース線はこういうプラスですね。でこれなぜかっていうとですね、被覆をこうかぶした時に分かるんですが、プラス線はちゃんと全部が覆われているので、このままどっかに電気が流れた状態で触ってしまっても電気が流れにくいようになってるんですね。でプラス配線マイナスの配線はアース線ですね。アース線の場合はどっか触れてしまってもアースからアースなので何も起こらないと。なので皆さん気をつけて、ここら辺はプラスにはメス、アースにはプラスオス側ですねをつけるように気をつけてみてください。基本的に電気をもらう側はこのようにプラスはオスをつけてください。逆にアース側はメス側をつけてください。これですね。でこちらのギボシをつけ終わったんですけども、これで接続していきます。純正以外の配線って少しこういう風に余裕を持たせるんですよね。ぴっちりくっつかないとかあるんですけども、少し余裕を持たすことによって万が一こちらの後付けした配線が引っ張られてもですね、ここでストップされる。純正と違う場所を通しているので、どうしても切れやすい場所を通したりするので、この辺は少し余裕を持たせて配線を保護するという意味合いでこうやっています。はい、こんな感じでですね、純正の、配線が通っている場所に沿わせて、後付けのリフレクターの配線をつけてあります。はい、そうですね、配線を通していく中でですね、こういうふうにフレームの中を通していく方がいらっしゃるんですけども、車がもし後ろから追突された場合、大体の確率でここが押されてへっこみます。最近の車はよく潰れて衝撃を逃がすように作られているので、この中にもしその配線が通っているとですね、配線が切れて逆に、ブレーキとかでライトをつけた瞬間に、プラス電流がアースに急に落ちてですね、ヒューズが全部飛んでオーディオが消えるなども、症状が、重なってくる場合がありますので、できればですね、後ろの、こうやってぶつかってへこみやすいなっていうところは、逆に配線を少しフリーな状態で置いといてあげるか、もしくは純正の配線にちょっとタイルアップとかで、ちょっと緩めに固定してあげるぐらいが調子いいと思います。後ろからですね伸ばしてきた配線を、純正のこのセンサーの、できればコルゲート部ですね、こっちの方が丈夫だし、あとこちらのライトの配線がレーダーの方に、邪魔しないように、微量な電気で結構ノイズが乗っちゃったりするんで、そういうところを避けて、こういうコルゲートのところですね、こうやってこんな感じで友締めしていってもらえればいいと思います。はい、これは今回でおしまいです。やっぱり夜暗くなってからつけるとですね、かなりインパクトありますよね。実際今回かかった時間は私がちょっと凝りに凝って純正が、ハーネスを通している箇所をずっと這わせてきたので、約2時間半ぐらいかかってはいるんですけども、はい、難易度はと言いますと、皆さんが簡単な場所で配線を通していこうとするのであれば、10段階のうちだいたい5か6ぐらいで済みます。で私の場合はですね、純正と同じような場所に配線を這わせてっていうので、かなり、手間がかかっている状態で、10段階中でいくと、9から、9.5 ぐらいまでの、難易度になってしまうんですけども、実
際そんなやってることは難しくなくて、ただ今回は、テールランプの配線に、電源抜き足を、取り付けて、そこから配線をさっと伸ばして集合させてくっつけるで、それだけなので、もし皆さんもですねやる気がある方、このように、かっこよくなりますので、ぜひチャレンジしてみてください。はい、では今日はこれで終わります。ありがとうございました。もしこの動画が良かったと思う人はグッドボタン、チャンネル登録、それと私がインスタグラムとかツイッターとかやってますので、ぜひフォローしてチェックしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。整備業界を向こうます。